としての昆虫。日本では昆虫をペットとして飼うことが一般的です。6月から7月になると、カブトムシやクワガタムシを見つけて、自宅で大切に育てる子供たちの姿をよく見かけます。昆虫は小さくて飼いやすいため、初めてのペットとして選びやすいのです。昆虫に触れる際は、優しく扱うことが何よりも大切です。昆虫は非常に小さくデリケートな生き物なので、力を入れすぎてしまうと、怪我をさせてしまう可能性があります。また、カブトムシやクワガタムシは、空を飛ぶのが大好きな生き物です。そのため、ペットとして飼う場合、下に落ちて怪我をしないように、飼育箱の大きさも大切となります。そして、昆虫を飼うときは、その昆虫が好む食事を提供することも大切です。例えば、カブトムシは、ジュースや砂糖水が大好きです。しかし、飲みすぎてしまうと、お腹を壊してしまうこともあります。一方、カブトムシやクワガタムシの幼虫は、腐った木の皮や葉を食べますので、自然に近い環境を提供することが重要です。そして9月になると、カブトムシやクワガタムシは自然の中に戻ることが多いです。その時期になったら、自然に戻すことを検討してみてください。昆虫をペットとして飼うことは、生命を尊重するという大切な教えを学ぶ機会にもなります。皆さんも昆虫をペットにしてみてはいかがでしょうか。ただし、優しく大切に扱うことを忘れなく。七五三。日本には七五三という特別なお祝いがあります。これは子供が3歳、5歳、7歳になった時に行うお祝いで、この年になると子供たちは一つの大きなステップを踏み出すと考えられています。子供たちはこの日、特別な衣装を着て、親と一緒に神社に行きます。男の子は3歳と5歳の時、女の子は3歳と7歳の時に神社に行くことが多いです。神社では、神様に子供たちの健康や成長を祈ります。そしてその後、家族でお祝いの食事をします。このようなお祝いは、日本特有のものです。外国の人々の中には、子供の成長を祝う文化があることに驚く人もいるでしょう。日本では、子供たちが成長していくごとに、特別な時期に祝うという習慣があるのです。さらに、日本人には、一つのことを十分に尊重するという考え方があります。だからこそ、子供たちの一つ一つの成長を大切に祝うのです。このような考え方は、日本の文化や言語にも表れています。ペットとしての昆虫。日本では昆虫をペットとして飼うことが一般的です。
6月から7月になると、カブトムシやクワガタムシを見つけて、自宅で大切に育てる子供たちの姿をよく見かけます。昆虫は小さくて飼いやすいため、初めてのペットとして選びやすいのです。昆虫に触れる際は、優しく扱うことが何よりも大切です。昆虫は非常に小さくデリケートな生き物なので、力を入れすぎてしまうと、怪我をさせてしまう可能性があります。また、カブトムシやクワガタムシは、空を飛ぶのが大好きな生き物です。そのため、ペットとして飼う場合、下に落ちて怪我をしないように、飼育箱の大きさも大切となります。そして、昆虫を飼うときは、その昆虫が好む食事を提供することも大切です。例えば、カブトムシは、ジュースや砂糖水が大好きです。しかし、飲みすぎてしまうと、お腹を壊してしまうこともあります。一方、カブトムシやクワガタムシの幼虫は、腐った木の皮や葉を食べますので、自然に近い環境を提供することが重要です。そして9月になると、カブトムシやクワガタムシは自然の中に戻ることが多いです。その時期になったら、自然に戻すことを検討してみてください。昆虫をペットとして飼うことは、生命を尊重するという大切な教えを学ぶ機会にもなります。皆さんも昆虫をペットにしてみてはいかがでしょうか。ただし、優しく大切に扱うことをお忘れなく。七五三。日本には七五三という特別なお祝いがあります。これは子供が3歳、5歳、7歳になった時に行うお祝いで、この年になると子供たちは一つの大きなステップを踏み出すと考えられています。子供たちはこの日、特別な衣装を着て、親と一緒に神社に行きます。男の子は3歳と5歳の時、女の子は3歳と7歳の時に神社に行くことが多いです。神社では、神様に子供たちの健康や成長を祈ります。そしてその後、家族でお祝いの食事をします。このようなお祝いは、日本特有のものです。外国の人々の中には、子供の成長を祝う文化があることに驚く人もいるでしょう。日本では、子供たちが成長していくごとに、特別な時期に祝うという習慣があるのです。さらに、日本人には、一つのことを十分に尊重する、という考え方があります。だからこそ、子供たちの一つ一つの成長を大切に祝うのです。このような考え方は、日本の文化や言語にも表れています。